こんばんは。難事件を華麗に解決したり、小銭を拾ったりしながら、少しずつお部屋に家具を入れています。かなりそれっぽくなってきたんじゃありませんか？コメントにもありましたが、ハウジングはある意味エンドコンテンツなので、ものすごい勢いで苦労が飛んできます。欲を言えば自宅を探偵事務所にして、依頼人をお迎えしたいですよね。今後のアップデートに期待しています。さて、リフォームと模様替えで所持金が尽きたので、本日は殺人事件の捜査に向かいます。しかし実は、事件はすでに解決しております。それでは事件の概要をご説明いたします。被害者はチャーリー・ウォルターズさん。被害者さんのお住まいはアルベルト・ヘイツ1301号室。お勤め先はバタースコッチインクです。以前、勤続の際にお世話になった会社ですね。殺害現場はご自宅。凶器はご遺体のそばに落ちていたハンマー。ハンマーに残されていた指紋から犯人は同じ会社にお勤めのガザル・シャーディットさんであるということがその場で特定されました。簡単な事件ですね。いつものように犯人逮捕、事件解決と進めさせていただいても良いのですが、本日は犯人ガザルさんにはこのまま泳いでいただきます。以前ツイッターで犯人の後をつけて犯行の瞬間を捉えた映像を教えていただきまして、それが大変面白かったので自分でもやってみたいなと思っていたんですよ。というわけで本日は殺人犯を尾行いたします。事前に接触し、発信機を取り付けておきました。ではガザルさんの動向を振り返ってみましょう。ガザルさんは18時頃勤め先を退勤し、まっすぐに帰宅しました。帰宅後はしばらくぼーっと天井を眺めておられたようです。仕事が終わると疲れて何もできなくなってしまう気持ち、わかりますよ。その後、一年発起して夕食のためにダイナーに出かけ、ご友人とスポーツの話題で盛り上がった後帰宅、以上です。今のところ特に目立った動きはありません。前回の犯行から丸1日が経過しておりますので、そろそろ次の犯行に及ぶものと期待してはおりますが、ターゲットに動きがありました。今回は猟犬トラッカーというアイテムを使用しております。追跡したい相手に取り付けるだけで、このように地図上に対象の位置を表示してくれる優れものです。初めて使うので、有効期限や効果範囲などに不安はありますが、今のところ効果範囲の制限は特になさそうです。地図を開いている間は時間が止まりますので、もしターゲットをロストしてしまっても、落ち着いて地図を見れば場所を突き止められますね。ガザルさん、人通りの少ない場所で立ち止まっておられます。しかもファイティングポーズ。まさか路上で犯行に及ぼうというのでしょうか。違うみたいです。移動を再開しました。尾行を続けます。ご自宅に向かっておられるんでしょうか。人気のあるエリアへ戻ってきました。行く先は、もしかしてバーですか？行っちゃいますか晩酌？いえ、店の前を通り過ぎました。違うみたいです。しかもこの店、よく見たら中華料理屋じゃないですか。ドラッグストアに入店しました。どうやらお買い物だったみたいです。レジに行きましたね。冷やかしではなく何かを購入なさっているように見えます。結局、お買い物を済ませた後はご自宅に戻られました。深夜のお散歩だったのでしょうか。お散歩ついでにドラッグストアに寄ってお買い物。わからなくはないですね。今日はもうこのまま動きはないかもしれません。探偵には忍耐が必要ですが、もし朝になってしまったらさすがに解決書類を提出しに行こうと思います。おっと、再度ガザルさんがお部屋を出ました。しかも、これまでとは少し様子が違います。全力ダッシュです。足早にどこかへ向かっていきます。深夜に突如人を走りしたくなってしまったという可能性もありますが、これはついに来たんじゃないですか。この番組はスターチコーラ社の提供でお送りしております。ガザルさん、どんどん走っていきます。一体どこへ向かっておられるのでしょうか。ビルに入りました。目的地は未だ不明ですが、やはり明らかにこれまでのお散歩とは雰囲気が違います。ロビーを通り抜け、1階へ。1階も通過したようです。階段を折り返して2階へ上がっています。さあどこまで行くのでしょうか。基本的には探偵の方が足が速いので、今、そこの部屋に入っていきました。まずい。203号室、開けろ。デトロイト指定だ。開いてる。間に合え。いました。さっきの事件もあなたの仕業であることは分かっています。不法侵入はお互い様ですよ。おとなしくお縄についてください。暗い。どういう状況ですか？待って。現行犯ですよ。往生際の悪い。そこは行き止まりだ。観念してください。よし。やりました。寝室におられた家主っぽい人は無事でしょうか？この場合って殺人未遂になるんですかね？あれ？ガザルさんですか？何これ？もしかしてさっき暗闇の中でガザルさんが逃亡を図ったものだと思っていたんですけど、もうそいつが被害者ですよ。家主は
私がやったんじゃないですからね。とにかくガザルさんを拘束、いや手錠も消滅しましたよね。そうだ、ドアに鍵をかけて、一旦ガザルさんを閉じ込めてから手錠を買いに行きましょう。これです。落ち着いて、ダメだ。この部屋の鍵を持ってない。仕方ありません。こうなったら武力行使。あわよくばドアドン狙いで行きます。あれ？気配がない。ガザルさん？やられた。いつの間に外へ。探偵を送るのもいい加減に。逆に書きかけられたんですけど、時間稼ぎですか？姑息な真似を。最後にガザルさんを見たのが寝室だったので、ずっと寝室におられると思い込んでいたのですが、あの人、別の部屋に移動してました。そして私が寝室に向かった隙に別ルートから逃走。ですが、猟犬トラッカーはまだ有効です。どこに逃げたって無駄ですからね。買ってきましたよ。手錠。ガザルさん、あなたがご自宅におられることはトラッカーで確認済みです。あとは同居人さんの目を盗んで手錠をかけるだけ。ちょうどご就寝のようです。お休みになるまで待ってやりますよ。さあ電気を消して。ちょっと、電気パチパチするのやめてもらっていいですか？無限ループに入っちゃってるじゃないですか。喧嘩しないでください。落ち着きました。それでは気を取り直して。同居人さんによる妨害が懸念されますが、ソファーが障害物になって高速から逃走までの時間は稼げるはずです。よし、狙い通りです。辛かりますよ。思わぬ犠牲を出してしまいましたが、これにて事件解決です。彼女。2人目の被害者さんのお名前何でしたって？ともかくあなたの尊い犠牲に感謝します。決して無駄にはいたしません。おや、ついにソーシャルレベルが天井に届いてない。これはギリギリで届いていません？でしたら、ちょうど一つこれまでのシリーズで一度も触れていない、そして実に探偵らしい依頼がございますので、最後に挑戦してみましょうか。シャドウズ・オブ・ダウトバージョン 1.0 は9月26日リリース予定らしいです。紛失物、フィルムケース。最終目撃場所はヘンリービルディングの1階と3階の間。発見したらヘンリービルディングの平まで。探偵といえば、やはり失せ物探しと浮気調査、それから迷い猫探しでしょう。というわけでフィルムケースを探して平さんにお返しします。と言いたいところですが、お名前が曖昧です。真面目に探すつもりがあるんでしょうか。見つけてほしいのであれば、きちんとフルネームと返却先の部屋番号まで記載すべきでは。まあいくらでも調べられますし、まずは物を見つけないことには始まりませんので、1階に上がっていきましょうか。遺失物探しの際に注意すべき点は、隅々までしっかり見ることではなく、依頼主の生存状況です。個人の依頼は残ります。しかし依頼主が死亡した時に遺失物も消滅してしまうので、おや、これはお財布？いえ、フィルムケース。どう見てもお財布に見えるのですが、重なっているのでしょうか。そもそも落ちているお財布を見つけたのは初めてです。こんなことってあるんですね。さて、キラさんのフルネームとお住まいが判明しました。フィルムケースから指紋も検出。キラさんの探し物で間違いなさそうです。というかお部屋の目の前に落ちてましたけど、もしかしてお酒を飲んでから帰宅、お財布から鍵を取り出そうとした時に、ポケットの中身とお財布をぶちまけましたか？これは蓋然性の高い推測のような気がします。お財布に鍵は入っていませんでしたしね。どうも、キラさんですね。お探しのものをお届けに上がりました。こちらでよろしかったですか？またこれを見られるなんて思わなかったぜ。中にどんなお写真が入っているかは今は気にしないでおいて差し上げますよ。さて、ついにソーシャルレベルがカンストいたしました。十分な社会的地位とエシュロンの住処。これで名実ともにセレブと言って差し支えありませんね。本シリーズ目標達成です。ご視聴応援くださった皆様本当にありがとうございました。皆様のおかげで完走できました。さて、ついにフィールズ移住のお知らせが届きましたが、言ったところでシャドウズ・オブ・ダウトの実況動画が見放題というわけでもないので、こんなもの、ぽいです。ダメらしいです。この書類呪われてますよ。しかし、こうして改めて考えてみると、私が本当に欲しかったのはセレブな暮らしではないのでは。そう、私が本当に求めているものはシャドウズ・オブ・ダウトの実況動画です。動画を投稿してくださるありがたい方もおられます。そして、買ったよという大変嬉しいコメントをくださった方もおられます。ですが、いかんせん供給が足りておりません。今後とも、シャドウズ・オブ・ダウトの実況がもっと見たい、と連呼していこうと思います。それでは、バージョン 1.0 でまたお会いしましょう。シャドウズ・オブ・ダウトの実況動画、もっともっと増えますように。